今日は新型となって幾分時間が経過しましたが、ヤマハの MT-07 に試乗しています。おいおいこのモデルについてはコメントするとして、まずはエンジン音をお聞かせしたいと思います。4気筒モデルとは全く違うのぶとい音質で、これはこれで私はとてもいい音だと思います。サイレンサーが非常に短くなっていて、マフラーの開口部がライダーの耳に近いことからも、その排気音がよく聞こえてくる、そんな構造になっているのではないかと思います。初代が登場してすぐに乗らせていただいた記憶があるのですが、私にとってはこの MT-07 というモデル、そしてエンジンはとても思い入れがあるものとなっています。リーマンショックなどの影響もあったように記憶しているのですが、ヤマハさんがしばらくニューモデルを出さずに、どうしたんだヤマハというような雰囲気が漂っていて、そんなさなか全く新しいコンセプトを引っ提げて MT-09 そして MT-07 が登場したということで、あの時はヤマハファンが大歓迎というか、かなり喜んでいたのを記憶しています。でまたこの MT-07 の試乗というのは天候不順な時期で、確か撮影自体もですね、雨が降っていて路面がびしょびしょだった記憶があるんですが、ヤマハさんから広報車を貸していただけるようになったのもちょうどその頃ということで、ちょっと特別な思い入れがあります。で私の個人的な思い出に話がそれてしまいましたが、まずはこのエンジン味わってみたいと思います。テネレ700をはじめとして、それ以外のモデルにも搭載されているエンジンなので久しぶりというわけではないんですが、こうして改めて乗ってみると、このエンジンは本当によくできているなと思います。具体的に言うと 700cc 弱、700cc に満たない排気量でかなりトルクが太いというような、そういった印象もありますし、トラクションが非常に優れているエンジンだなと個人的には感じます。そうこうしているうちにいつもの上り坂なんで、まずはご覧の通り今6速トップギアに入っているんですが、スロットルだけ開けて加速してみたいと思います。今ちょうど3000回転からの加速だったんですが、このようにですね、低めの回転数からこうパカッとスロットルを開けると、音からも分かるんじゃないかと思いますが、ドドドっていう排気音とともにかなり太めのトルク、これで6速トップギアなのかというぐらいの、そういったトルクを伴いながらたくましく加速していってくれるという感じです。それではちょっとギアを落としたいと思います。5、4、今4速まで落としました。この4速ぐらいまでギアを落とすと余計に感じられるのですが、通常はこの回転数が上がってくるとパワーがこう出てくるとか、パワーが伸び始めるとか、そういう表現を使うんですが、この MT-07 に関して言うと4000回転を過ぎてからこうスロットルを開けるとトルクが太くなるような感触があります。これがこのエンジン最大の持ち味かなと個人的には思っています。本当にたくましいトルク、これは本当に排気量 700cc ないのかと、言いたくなるような、それぐらいのですね、ずぶといトルクを発生しながら結構豪快に加速していくといった感じです。この加速感というのはちょっとミドルクラス離れしていると言っても良いのではないかと思います。もう一速落としてみましょうか。はい、今3速。3速になるとエンジンの回転数はだいたい7000回転ぐらいに到達して、このエンジン9000回転ちょっとからレッドゾーンということで、高回転域を使って走ることになるんですが、高回転域でかなりエンジンを回している状態でも、その太いトルクを伴ったままというか、今度その太いトルクプラス回転馬力を発生しながらこうシャープに加速していくといった感じで、
このエンジンはそういった意味ではその低回転域、中回転域、高回転域とキャラクターが結構変わるんですよね。これがこのエンジンの面白さでもあると思います。それではまたトップギアまで戻していきます。エンジンはその時以来ではないですけども、私がこのモデルに乗ったのは、正確に言うと初代が登場した時で、先ほども言った通り撮影環境としては小雨が降っていて路面もびしゃびしゃといった感じだったんですが、ドライの状況でこのエンジン、このモデルに乗るとやはりですね、トラクションがいいんだなというのが改めて伝わってきます。というか、むしろドライで乗った方がこのエンジンのトラクションの良さがダイレクトに伝わってくる、そんな印象でもあります。具体的に言うと、このようなコンスタントスロットルの状態からこう開けていった時に、6速トップギアは加速感も穏やかなのでそれほどでもないですが、もう一度やってみます。今4速に落としたんですが、ちょうど中回転域に入っている状態ですね。このような状態からこうスロットルを開けると、なんていうかそのタイヤのグリップ感を伴いながら加速していく。これはトラクションがいいエンジンを味わっているときに私がよくコメントするフレーズではありますけれども、このエンジンはその感触がずば抜けて良いと思います。もっと言うならば、なんていうかこうタイヤの存在感というよりは、その加速している時のフィーリングは、なんというかそのクランク自体がその路面を直接グリップして加速しているような、そんなダイレクトな加速感が味わえて、これはね、本当にこのエンジンの優れたポイントだと思います。またこのエンジンの多彩なドライバビリティに関しては峠道で味わうとして、このように高速道路を巡行しているコンスタントスロットルでスーッと走っている時のこのエンジンの味わいというのは、非常にこう柔らかなこう波打つような、270度クランクらしいですよね。270度クランク独特のこう鋭角的にこう振動が発生するんじゃなくて、こう波打つようなトルク変動を伴いながら、一番強く感じるのはこのグリップあたりですかね。あとステップにもそれなりにというか、そこはかとなくそのエンジンがこうドロドロとしたトルクを発生しながら回転している、そういった様子が伝わってきて、結構味わい深いエンジンでもあると思います。このようなキャラクターなので、もちろんコンスタントスロットルで走っている時も十分なトルクとパワーを発生してくれるんですが、こうついついこう開け閉めしたくなるような、そんなエンジンでもあると思います。またちょっとピンとこない方のために補足しておくと、この270度クランクのフィーリングというのは180度クランクを持つ並列2気筒エンジンとも、また360度クランクを持つ並列2気筒エンジンともちょっと異なります。ちょっと異なるというか、かなり異なると思います。語弊があるかもしれませんが、そのクランクのピンの位置、ピストンの位置からいって360度クランクを持つ並列2気筒エンジンというのはどちらかというと味わいは単気筒に近い。そして180度クランクを持つ並列2気筒エンジンというのはどちらかというともっと多気筒の4気筒エンジンとかのフィーリングに徐々に近くなってくるわけですが、270度クランクはそのどちらとも違っていて、何とも言えないこのまろやかなトルク変動というか振動、これが大きな特徴なのではないかと思います。また先ほどから何度かコメントしている通り、270度クランクの並列2気筒エンジンというのはトラクション性能というかトラクション感覚に優れたエンジンを作りやすいとも言われています。でまさにこの MT-07 に搭載されているエンジンというのは、そういったエンジンの代表格であると私は思っています。この MT-07 の車体というのは非常に軽量コンパクトにできていて、そういったことが乗り味にもかなり直接的に反映されているのではないかと感じます。具体的に言うと、エンジンにタイヤがついていてその状態で走っているような感じで、メインフレームの存在感というのはあまりないんですよね。この MT-07 のフレームというのは、バイクの車体の中で一番の合体、つまりエンジンをフレームとして積極的に利用する、そんな形式となっていて、スチール製のパイプを巧みに組み合わせた非常に軽量コンパクトなものなんですよね。
その関係もあって先ほど言った走行フィーリングになるわけですが、ではそれで不安があるのかというと、そんなことは全くなくて、こうして高速道路を走っていると、そのいわゆるスーパースポーツのようながっしりとしたフレームというのとはちょっと違いますが、路面のギャップを拾った時には適度にしなりながら、そしてライダーが入力をした時にはこれまた適度にしなりながら、扱いやすくも非常にしっかりとした車体であるというように感じます。またそういったキャラクターのフレームなので、こうして高速道路を走っていると乗り心地はとてもよく感じられます。次に前後足回りですが、これまた非常にしなやかな仕上がりとなっていて、これもまた先ほどのフレームと合わせてこの乗り心地の良さに一役買っているのではないかと思います。高速道路上に存在する大小さまざまなギャップもかなりきれいに収束させているといった印象です。またいたずらにふわふわすることもなく、多少大きめのギャップを拾ってもほぼ一発で収束させてくれるような落ち着きの良さもあって、この前後足回りと先ほども言ったフレームとの組み合わせはとても優れていると感じます。またこれはヤマハ社ではいつもコメントしている内容ですが、この MT-07 も例外ではなく、とても接地感の強い、前後タイヤがしっかりと路面を捉えている感触の強い車体であるとも思います。軽量な車体プラスライダーの体重、そして加速やブレーキング時のさまざまな荷重、そういったものをトータルしたものよりもずっと強い力で上からグッと押さえつけられているような、そんな感触があるので、このように走行状態でもとても安心感が高いというのが、このモデルというかヤマハ車全般の特徴とも言えるのではないかと思います。またこの MT-07 ではタイヤが非常にいい仕事をしているような気がします。エンジンのところではとてもトラクション感覚に優れている、そして車体のところではとてもしなやかな乗り心地だとコメントしましたが、おそらくですね、この採用されているタイヤ、今日乗っている個体はミシュランのロード5が装着されていて、このタイヤが本当にしなやかで、そしてグリップ感も強いんですよね。でグリップ感が強いというと、ちょっとゴム感が強いというか、ゴムの厚みが厚いような、そういったイメージをする方も多いかもしれませんが、ミシュランタイヤの感触ってちょっと違うんですよね。ゴムはそんなに厚いなっていう感触ではないんですけれども、そのエア、タイヤ内のその空気を含めたその構造全体でこの路面を捉えているようなところがあって、実際は比較的さらっとしたグリップ感ではあるんですけれども、ちょっとや外じゃ滑らないというような、そういった強固なグリップ感も合わせて感じられて、この MT-07 とミシュランタイヤの組み合わせは本当に素晴らしいと思います。確かこの話をしていて思い出しましたが、初代の MT-07 に試乗した時も確かミシュランタイヤが装着されていた記憶があるんですが、いずれにしてもこの MT-07 は歴代ミシュランタイヤと組み合わされていることが多くて、なおかつですね、ウエット性能に優れている銘柄が装着されていることが多いので、そういったもろもろのタイヤも含めたもろもろの要因があって、これだけのトラクション性能、そして接地感の強さが得られているのではないかと思います。直進安定性もかなり優秀だなと感じられます。コンパクトな並列2気筒エンジンを採用しているので、そのエンジンのバランスでこの直進安定性の良さを演出しているというよりは、先ほどからコメントしているその車体というかフレームのバランスの良さ、そして接地感の強さ、そういったものの合わせ技でこの落ち着いた走行感覚というか直進安定性を演出しているような印象があります。今私は全くハンドルバーに余計な力を加えていないんですが、このような状態で走っていると車体は本当にビシッとまっすぐ走ってくれるので、ツーリングに使ったとしてもこのモデルはかなり優秀なのではないかと思います。はい、ではちょっと車線変更してみたいと思います。はい、とても落ち着いてますね。先ほども言った通り、そのタイヤのグリップ感、前後タイヤの接地感が非常に強いんで、前後タイヤともに少し粘りを伴って狙ったポジションに入っていく、落ち着いてもいますし、
そしてダルでもない、かといって過敏というわけでもないので、これであればどういうライダーが乗っても思い通りに車線変更が決められるのではないかと思います。またライディングポジションに関してですが、ご覧の通りですね、ちょっとワイドなバーハンドルを採用していますが、ライダーの両手の位置はとても自然ですし、あと上半身もアップライトです。そうですね、私の体格だと背骨の前傾度は2、3度といった感じですかね。ほぼ直立していますし、こうちょっと前傾なライディングポジションも取れますし、自由度が高いと思います。また足元ですけども、今ちょっとステップから真上に足を上げているんですが、そうですね、軽々と10センチ以上はステップから真上に足が上がるので、私は身長179センチなんですが、足元のゆったり感もかなりあると思います。ステップもそれほど後ろについているわけではなく、どちらかというとちょっと前寄りかなという感じもして、これもですね、ツーリングに適合するポイントなのではないかと思います。その他ですね、装備関係に関しては結構シンプルで、ライディングモードというかパワーモードも搭載されていませんが、先ほども言った多彩なエンジンのキャラクターがあるので、高速道路の巡行も飽きずに楽しめるモデルではないかと思います。いつもの峠道を走り始めました。高速道路ではちょっと触れられなかったんですが、このエンジンに関してはエピソードがあって、実はこの後方車を借り受けて夜の試乗をしたんですが、その時に初代モデルと比べてこんなにトルクが強かったっけなと私自身不思議に思って、ヤマハの担当者の方にインタビューしてみたんですが、エンジンに関して言うと給排気系、そしてエンジンをコントロールするコンピューター ECU、 その他フューエルインジェクションのセッティング、トランスミッションのドッグの角度などさまざまな改良変更が加えられているということで、それだけ変わればトルクの感じ方も変わるよなと私自身納得したところではあるわけなんですが、私も初代モデル乗ったのずいぶん前なんで正確な比較はできませんが、初代と比較すると特にトルクの太さがかなり変わったんではないかと感じています。